いわばね、たった一度の失敗なわけですよ。WC ワークス TV。いつも WC ワークス TV をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。Hi guys, it's WC. Thanks for watching my video. このチャンネルでは誰でも簡単に車をきれいにできる方法やコツをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。行くぞ New Web 予算ウエストかな。はい、というわけで今回なんですが、まずはですね、こちらを見ていただきたいんですが、ドンということで、こちらですね、ご存知の方もおられるかと思うんですが、我が家のね、車なんですね。で、主に僕のね、妻が、WC ワイフがね、乗ってるんですけど、普段からお手入れの方は僕がしてると。こんなはずでは。で、連休ってこともあって、昨日ですね、洗車をしてたわけですね。やるじゃないか。そうするとですね、何やら、ボンネットにですね、わかりますかね、これ。なんかね、シミができてるんですね。ポツポツポツと。わかりますかね。この角度だとね、よくわかると思うんですけど。そこで、これもちろんもう触っちゃいますけど、これね、こうやっても取れないんですよ。取れないシミがついてると。で、こっちの方にもあったかな。この辺とかもね、わかりますかね。ありますよね。そここういう風な、主にボンネットなんですけど、ボンネットにだけですね、こういう風なシミができてるんです。で、僕このシミ全く見覚えがないんですよね。こんなはずでは。で、前回ですね、その昨日の前上がった時にはなかったはずなんで、てかこんだけでかいものがあればね、絶対気づくんで、なかったんです。はい。で、なんでかなと思って、ワイフに聞いたらですね、そういえばいつか車のところに戻ったらなんか車が濡れてた気がすると、みたいなこと言ってたわけですよ。やるじゃないか。で、こっからあくまで僕の想像なんですけど、どっかにですね、車止めてる時に近くで水を使って、それがたまたまボンネットにかかってしまって、でそれが今も気温がどんどん高くなってきてるんで焼き付いてしまって、でおそらくかかったのは水道水でですね、くらえこんな感じで焼き付いて一気にオーダースポットになってしまったんじゃないかとこんなはずでは思ってるんですね。で、この車ですね、新車で買って1年半ぐらい経つかなぐらいの車なんですけどね。もちろん買った時に僕が自分で磨いて、でガラスコーティングまで施工してっていう状態の車なんですけど、まだこれ全然ね、コーティングの被膜残っててですね、もう全然ボディ綺麗ですし、まだガンガン水も弾くような状態なんですけど、こんな感じになってしまったんで、これも普通にね、洗車では取れないので、これも磨いてですね、で磨くと多分もうガラスコーティングが落ちてしまうんで、もう一回ガラスコーティングの施工をね、し直さないといけないっていう状態になっちゃってるんですね。で、ウォータースポットリムーバーってあるんですけど、除去剤ってやつですよね。でそれを使う手もあるんですけど、僕個人的にそれあんまり好きじゃなくて、っていうのも除去剤にはフッ酸ですね、フッ化水素酸やったかな、フッ酸って僕ら呼んでるんですけど、含まれてるものが多くて、でそれを入ったやつを使ってしまうと、フッ酸っていうのはもうガラスも溶かしてしまうような成分のものなんで、ガラスコーティングのね、被膜なんてもう当然のごとく飛ばしてしまうんで、結局それを使うとスポットは取れてもガラスコーティングも取れてしまうと。でしかも言うてね、これ1年半ぐらい経ってるんで、若干小さいね、小傷だったり鉄粉も塗ったりしたんで、昨日もついでに鉄粉取りもしてしまったので、そういう風な傷だったりがねあります。なので結局磨かないと素肌はね本当に綺麗にはならないので、僕はそういうケミカル系を使わずに一度も磨いてすっきりしてですね、
でその上でもう一回ねガラスコーティングを施工していきたいなと思います。行くぞ。もちろんね磨いてガラスコーティングするのはこのスポットがあるボンネットだけです。はい、ボンネットだけを磨いて、ガラスコーティングをね再施工していきます。なので今日はねその模様をお送りしたいと思います。一般的にお車っていうのはやっぱり上を向いてる面ですね。ボンネットルーフとはトランクがある車だとトランクリアゲートですねっていうのがやっぱりこう雨だったりのダメージをね受けやすいので、サイドすごく綺麗なのにボンネットとかルーフだけ傷んでるっていう車の方ね多いと思うのでね、そういった方の参考にもなるかなと思いますし、タイトルにもありますがいわばねたった一度の失敗なわけですよ。こんなはずでは。それがね、こんなことになってしまうっていう風なものをお見せできればなと思います。よろしくお願いします。ということで早速 Let's get started。 はい、では磨いていきます。さあ行くぞ。使う道具なんですけど、前提としてできるだけね削りたくないんですねっていうのがあるので、ポリッシャーは両ビのねダブルアクション、これにバフはですね最初もうウレタンでいっちゃいます。これでも落ちなければウール使おうかなと思うんですけど、まずウレタンでね落ちるならねそれが一番ボディにも優しいので、コンパウンドはザワーンのねメサイア使っていきます。これで取れたらいいんですけどね、速さは、ウレタンっていうこともあるんで今回はね3でね回します。くらえくらえ。はい、ボンネット右側を磨いてみました。取れてますね、ウレタンで。やった。見た目結構ひどいかなと思ったけどウレタンでいけましたね。やるじゃないか。これねちょっと白くなってるところあると思うんですけど、これコンパウンド残ってるだけなんでね。はい、こちらがねビフォーですね。でこっちがアフターと。いいね。
いい感じだね。火のがということで売れたんで取り除けることが分かったので、残りもねちゃちゃっとやっちゃいたいと思います。で磨きが終わって、でもう一回洗って、で拭き上げて、でガラスコーティングの直前の状態になりました。やった。こんな感じですね。この辺にねあったシミウォータースポットは綺麗に除去され、そしてですね小傷等々もですね綺麗になりました。やるじゃないか。ね、いい感じですね。ああ、大丈夫だな。はい。なので次はですねガラスコーティングの方施工していきます。はい、今日施工するガラスコーティングはザーのねゼネスになります。で施工方法等の詳細はですね以前の動画でアップしておりますので、詳しくはそちらをチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。今日は施工のざっくりとしたね流れをご覧いただければなと思ってます。さあ行くぞ。くらえ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。結果的にはですねダブルアクションにウレタンバフを組み合わせた、比較的ですね研磨力、そして難易度も優しめの磨きで、除去することができました。やった。なので、今日やった作業っていうのは、俗に言うメンテナンスのね磨きみたいな感じだったんじゃないかなと思います。なので最初にお話ししたようにですね、車っていうのはやっぱりどうしても上を向いてるパネルダメージを受けやすいので、部分的にねそういう傷んだパネルだけを磨いたりガラスコーティングしたりっていうことはあり得ると思いますので、よろしければね参考にしていただければと思います。ただですね、一つ今日の動画で一番伝えたかったことっていうのは、そもそも今日この作業をしたきっかけや原因っていうのは、その水がねかかってそのまま放置しちゃったっていう、それがそもそもの原因です。で、水ですね、特に水道水には有害な成分がね入ってます。こんなでそれが乾くと、特に急速に乾いてしまうと焼かれたようになってしまうとウォータースポットのね原因になってしまいますので、洗車はよくするけど拭き上げはあまりしないっていう方がたまにいらっしゃいますが、洗車をした時は面倒でもですね必ず拭き上げをしていただければなと思います。よろしく頼む。で、水でも先ほどお話しした水道水っていうのがね一番ボディにとっては有害ですし、これが雨水になると若干ねボディのダメージっていうのは少なくなります。で、その上にさらに一番優しいのは、僕の動画ではねこれまで喋ったこと多分ないと思うんですけど、純水って言われてるやつですね。洗車純水みたいなので検索していただくと、ブログだったり動画たくさん出てくると思うんですけど、純水っていうのは不純物がね混じっていないので、車にとっては一番優しい水であるということがね言えるんじゃないかなと思いますが、そういうね環境で洗車をできる方っていうのは決して多くはないと思いますし、水道水で洗われるっていう方が大変だと思いますので、洗車をした後はしっかり拭き上げるということを意識していただければなと思います。よろしくお願いします。ということで今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら高評価ボタン、そしてチャンネル登録、またの方はぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問やお問い合わせ等は SNS の方からでも受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイ。みんな知ってるか？ WC ワークス TV が電子書籍になったんだ。車を傷つけないことに徹底的にこだわった洗車方法を文章だけでなく画像や動画でも丁寧に解説している。自分の手で愛車をきれいに長く乗りたいと思っている洗車マンにぜひお勧めしたい内容になっている。動画概要欄に詳細情報を載せているから必ずチェックしてみてほしい。魔法のコーティング剤ザワンマジックもよろしく頼む。このチャンネルでは誰でも簡単に車をきれいにできる方法のことをお伝えしておりますのでポリッシャーは、ね、両尾のダブルアクションですね。これに最初ポリッシャーはちょっと待ってということで、ウレタンでもね、取り除くことができるので、ウレタンでも取り除く、ウレタンで取り除く、やばいって。で、水ですね、特にまあ、純水、洗車の後には拭き上げをしっかりするということをですね、頭に置いて、またこれ買うやつや。